はいどうも、ヒューズの山根です。今日はこちら、タリオビーボのレザーシューズをご紹介します。ご紹介とは言ったんですが、先日ですね、タリオビーボの新作入荷の時に、藤重さんと2人でですね、この靴に関しては、簡単に、簡単ではないですね。結構ね、詳しく喋ったつもりではあるんですが、個人的にですね、もうめちゃくちゃかっこいい靴だと思ってますので、今日改めてご紹介させてください。こちらのね、レザーシューズに関しては、その時にもお話ししたんですが、タリオビーボ、ブランド初のレザーシューズなんです。しかもですよ、この靴はですね、制作まで約2年もの歳月を費やしてまして、もう本当に試行錯誤の上にね、生まれた渾身の一足です。もうこちらのね、レザーシューズを今日はご紹介してきますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは、どうぞ。それではご紹介していきます。こちらのハンドダイダービーシューズ、お値段は税込みで117,700円。サイズは40、41が在庫ございます。こちらのレザーシューズなんですが、冒頭でもお伝えした通り、もう約2年ものね、月日を費やしているんですが、その2年の間に靴の形状、そして革の質、あと色合いなど、もう徹底的にね、研究された上で作られた一足なんです。その中でもですね、最大のこの靴の特徴はですね、革の表情、そしてメタルパーツの使い方ですね。使われている革はホースレザーですね。キメが細かくて、ちょっと厚みのあるしっかりとしたレザーです。このホースレザーですね、もう使えば使うほどですね、風合いが増し、どんどん味が出てくるんです。そしてですね、そのホースレザーに最終的にデザイナー自らがですね、ハンドダイを施すことによって、このね、独特な色合いに仕上がっているんですね。わかりますかね、このムラ感。もう本当にブラックではない絶妙な色合いなんですけど、このね、色合い、カラー名がですね、アビスっていうね、カラー名なんです。このアビスっていうのはですね、深淵というね、意味なんですけど、もうその名前の通りですね、もう底が見えないですね、深くですね、濃い色合い。このダークカラーの中にですね、青や紫といったですね、様々なね、色合いがですね、絶妙にですね、混ざり合っているんですね。もうこの奥行きのある深い色合いっていうのがですね、もうこの靴にしかない顔の表情、色合いになっているんですね。そして、この顔の表情に負けないメタルパーツですね。このメタルパーツはですね、タリオビーボのアイコンパーツでして、タリオビーボのアイテムにはほとんどこのメタルがですね、付属ついていますね。このメタルはですね、19世紀の中期から後期にかけて使われていたメタルパーツ、約200年前のですね、メタルをですね、連結し直して再利用したものなんですね。このレザーの表情と武骨なメタルパーツのコントラストっていうのがタリオビーボのこの靴のね、真髄でもあるんです。さらにですよ。このメタルパーツ、実はですね、ヒールにもですね、搭載されているんですね。わかりますかね？このヒールのね、間にメタルパーツがですね、組み込まれているんですね。そもそもヒールにメタルパーツを組み込んでいる革靴って皆さん見たことありますか？僕はね、ないです。初めて見ました。このヒールにね、メタルを組み込むっていう作業ですね、もうめちゃくちゃですね、手間がかかっているそうです。で、ちょっとですね、話はそれるんですが、この靴はですね、もうこれ製作されるまでにかなりですね、時間がかかるらしいです。それもそのはず、デザイナージョルダーノ氏の革の選定に始まり、木型を作る職人、そして靴をですね、成形する職人、ソールを圧着したりとか縫ったりする職人、あとはですね、メタルパーツを形成する職人、各工程を担当する職人たちの手が合わさり、この一つの一足のね、シューズが完成しているんです。そうして、ようやくね、この靴は完成するんですが、その中でもですね、このメタルパーツっていうのはですね、靴がある程度出来上がった段階でですね、メタル職人の手に渡り、で、メタルパーツをくっつけて、このヒールに沿うようにハンマーで叩いて馴染ませているそうです。そうやってくっつけた後にもう一度靴職人の手に渡って、ようやく完成しています。で、最終的にデザイナージョルダーノ氏がハンドダイを施して、このね、靴がですね、完成しているんですね。ですので、この一足に対する制作期間ってかなりね、時間を要するんですが、その工程を経てこそですね、このめちゃくちゃかっこいい一足が生まれているんですね。まだまだこのね、靴のかっこいいポイントありますのでご紹介していきますね。まずですね、革の質感、そしてね、メタルパーツといったんですが、次にですね、この靴の形状ですね。
このシューズの形っていうのはですね、もうデザイナージョルダーノ氏めちゃくちゃこだわっているらしいです。全体的にはですね、ボリューム感があるんですが、この2のね、ボリューム感は若干抑えめにしつつ、あと、かかともですね、若干小さめのかかとになっていますね。ただ、横幅は若干広めで、このヒールに関してはね、ボリュームがあるヒールを取り付けています。もうこのですね、絶妙なバランス感っていうのはですね、この靴ならではのシルエットになっていますね。そしてですね、この靴をね、作る上で、製法にもですね、めちゃくちゃ凝ってまして、ブラックラクト製法っていう製法を採用しています。このブラックラクト製法っていうのはですね、簡単に言うと、インソールとミッドソールを縫い合わせて、そしてミッドソールとアウトソールを縫い合わせる二度縫いをしている製法ですね。このね、製法何がいいかと言いますと、靴がですね、しなやかになるんです。しなやかっていうのはですね、だんだん履いていくとですね、トゥーがですね、上に沿っていくんですけど、その反り上がることによってですね、歩きやすくなるんですね。ですので、この製法、手間はかかるんですが、歩きやすさだったり耐久性といった機能性を考えた製法なんですね。しかもこの靴、それだけではなく、ヒドゥンチャンネル製法っていうのも使っているんですね。ヒドゥンチャンネル製法っていうのはですね、簡単に言うと、こちら、わかりますかね？アウトソールにですね、縫い目が見えない製法なんですね。普通ですね、ブラックラクト製法を施すと、この縫い目のアウトソールにですね、縫い代が出てくるんですけど、それをですね、隠す製法をしているんです。普通はこのアウトソールに縫い目が出るんですけど、その縫い目が見えないことによって、この縫い目がですね、すり減らないようにしながらも、あとはですね、見た目がですね、かなりシンプルで洗練された見た目になるっていうのがこの製法ですね。そんなブラックラクト製法、そしてね、ヒドゥンチャンネル製法をですね、この靴には採用しているんです。もうどうですか？この革靴、もうめちゃくちゃこだわってますよね。もちろんですね、履いた後ですね、履いていくとですね、どんどんこれ中にね、中物が入っているので、足型に沈んできて、さらに歩きやすくなってきますし、もちろんですね、最初にも言った通り、革の経年変化っていうのも楽しめます。そして、やっぱりタリオビーボならではの色の経年変化っていうのも楽しめる、もうこの靴ならではの育て方っていうのはですね、楽しめる一足なんです。もう本当に革のプロフェッショナルであるタリオビーボだからこそできたこの一足なんですね。で、最後にですね、こちらの靴のサイズ感ですね。こちらのタリオビーボのハンドダイダービーシューズ、少しね、大きめの作りになってまして、僕がですね、普段サイズ 27.5 センチで、革靴はね、インポートの革靴42をね、よく履くんですが、このタリオビーボの靴はサイズ41でぴったりでした。ですので、普段ね、履かれるサイズのワンサイズ下をね、選んでもらったら間違いないと思います。ただ、サイズ感に関して詳しく知りたいという方はですね、お気軽にお問い合わせください。そして最後、ケアですね。アフターケアの方法なんですが、ブランドにですね、確認したところ、一番はですね、ホースオイルをですね、塗ってもらったら OK とのことですね。普段の手入れはですね、ブラッシングだったりとか、軽くね、乾いた布で拭いてあげればいいんですが、定期的にホースオイルをですね、薄く塗ってあげて、この皮にですね、油分っていうのをですね、入れてあげてください。もうそうすることでですね、長持ちしますし、よりね、もうめちゃくちゃかっこいい雰囲気っていうのが出てきますよ。もうぜひ皆さん、このね、タリオビーボ渾身のね、レザーシューズをね、自分だけの一足に育ててみてください。今回はこちらのタリオビーボのハンドダイダービーシューズをご紹介しました。こちら現在ヒューズのオンラインショップ、そして店頭にて発売してますので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がいいねと思ったら高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。